うまい具合にできてきたな。どうも、ひでちゅぶです。今回は積みプラ崩しをしようと思います。というのもですね、私の部屋、もう積みプラが山のように溢れてて、これ以上溢れさせると、嫁さんにそのゴミを早く捨てろと怒られてしまうので、いい加減ちょっとずつ崩していこうと思います。そんなこんなでしょうがなく積みプラの山を眺めてて、何か動画のネタになるものないかなと思って引っ張り出してきたのが、ついこの間再販があった時に買いだめしておいたこちらのリアルタイプジムです。今回はね、こちらを真面目に作っていこうかなと思います。それでは早速中身を見てみましょう。説明書の裏に完成見本が載ってますけど、旧キットですね。すだち。説明書の中の方もちょっと見てみますか。もなかもなかもなか。ほとんどの部品が前後割りだったり左右割りのモナカキットってやつですね。作られた年代考えるとね、こんなもんかなっていう気がします。私物心ついてプラモデル作ってた頃にはこれもうすでに古いキットだったと思うんで、あまりね思い入れとかは実はないんですけど、ランナー見てみますか。パーツ一個一個がでかいですね。部品点数も100分の1だけど少ない。どうなんだろう、これ当時としては部品多めだった方なんですかね。よくわかんないですね。ランナーはね一応3色入ってて、白と赤と濃いグレーですか。色分けされてると言えるんだろうか。とりあえず組み始めてみましたけども、部品精度はね、金型酷使してるっていうのもあると思うんですけれども、今のバンダイから見ると信じられないくらいガバガバです。古いキットだしそんなもんなのかなと思って諦めてますけども、とりあえず仮組みですね。テープで貼って部品は固定していきましょう。はい、あっという間にここまで形になりました。昔ながらのフォルム。なんでしょうね。ずんぐりむっくりしてますよね。いい言い方をすれば、愛され系の癒し系のフォルムなのかな。未だに再販されてて、そのたんびに売り切れるっていうのはわからんでもないかなという気がします。独特の愛嬌がありますよね、旧キットって。とはいうもののね、このまま組んだんじゃちょっと芸がないんで、少し手を加えていこうと思います。今回一番気になった部分がですね、足がポーズ取った状態であまりにまっすぐなんで、ちょっと斜めに構えれるように改造していこうと思います。もうここを改造するって決めた時点でね、ポージングは固定にするって決めました。まずはポーズ変える上で邪魔な部分をもうザックザックと切り落としていきます。ある程度無駄なところを切り落としたらちょっと様子を見てみましょう。これがまっすぐで、よいしょ、ここまで斜めに足が構えれるようになりました。いいんじゃないでしょうか。両方の足を加工しまして、最終的にはこれぐらい足を開いて立てるようにしたいなと思ってます。他にももうちょっと加工が必要ですね。すいません、合わせ目消しやらないやら全部すっ飛ばしてしまいましたけども、足首の固定をねやっていこうと思います。このままだとプランプランでどうしようもないんで、パテで埋めていこうかな。タミヤのエポパテでねガンガン裏打ち打って固定していきましょう。均等になるように切るんですけど、私ここはねいつも目測で適当にやっちゃってます。すっげえずれてなければね不具合は多分ないです。しっかり練り合わせたらここの部分に詰めていきます。足首がグラグラしないようにこれで土台を作ってやるイメージですね。よいしょっと。全然足りんかったな。もっと盛りましょう。いっぱい盛りましょう。足に重量物を入れることでね重心が安定するっていう副作用も実はあったりします。
足首の外側もね見えちゃいけない穴とかが見えちゃってるんで、ここも隠すようにパテで埋めていきましょう。固まったらね綺麗に削ってあげてくださいね。よいしょっと。私物草なんで爪楊枝なんか使っちゃってますけど、本当はねスパチュラとかそういうのを使った方がいいんだと思います。近所の店で買おうと思ったらどこにも売ってなくてね、しょうがなく今は爪楊枝でやってますけど、そのうちスパチュラ欲しいですね。またしてもいろいろすっ飛ばしまして、最終的な足の形状がこちらです。キットのすだちと比べるとだいぶイケメンな格好になったんじゃないでしょうか。最終的にはね股間周りもパテで固定してしまいましたし、スカート側の加工も必要になってきます。でもやるだけの価値はあったような気がします。合わせ目やらなんやら頑張って終わらしまして、サフ拭きまで終わりました。最近自分はねグレー色のサフって全然使わなくて、だいたい白サフ吹いちゃってますね。白い機体でちょっと変わった白を使わない時なんかはね、もう白サフの色そのまんまでいっちゃうことも多いです。で今回はジムなんで赤い部分の塗り分けが必要になってくるんで、最近マイブームのアクリジョンベースカラーの赤を塗っていこうと思います。筆塗りでいきます。筆を水で濡らしまして、よいしょっと、大きめの平筆でね一気に塗っていきましょう。ベースカラーとは言ってますけど、さすがに1回で全部発色させるっていうのは不可能なんで、2回か3回重ね塗りをすることになります。スリッパの方もこの色でそのまま塗っていきましょう。結構面積広いんですけど、平筆で一気に塗っちゃいますね。平筆で全部塗っちゃいますよ。細かいところははみ出てもちょっとならもう気にしない。超ズボラモデリングでいきます。だって歯ブラシ出すのめんどくさいんだもん。うちにあるコンプレッサーも20年以上の前のやつでめちゃくちゃうるさくて平日使えないしね。しょうがない。メインカメラはアクリジョンベースカラーのブルーで塗っていきます。一応ここは気を使ってね、細い面相筆で枠だけまずは縁取りしていきましょう。一通り枠が塗れたらね、あとは平筆でベーって塗っちゃいます。ベーって。細けいことはいいんだよ。完成したらいいっす。完成したら。はい、なんとなく塗装もできたんで、フィルタリングを兼ねた墨入れをしていこうと思います。最近マイブームのこちらの色を使って、まずは全体にべちょべちょべちょって塗っていきますね。これ後で薄め液使って拭き取るんですけど、どんなに頑張って拭き取ってもね、ベースが艶消しなんで絶対に色が残っちゃって、それがいい感じにエモさを演出してくれます。一通り塗り終わったら薄め液を使って拭き取っていきます。場所によってね、メモを使ったりキッチンペーパー使ったり自分は使い分けてます。広い面積拭き取るときはね、キッチンペーパーで一気に拭き取った方が楽なこともあるんで、そこはうまいこと使い分けていきましょう。これ全部拭き取ったらもう組み立てて完成になるんですけど、この作業しながらちょっと思ってたんすよね。ヒデチューブ的にこれどうなん？私の勝手な推測なんですけれども、ヒデチューブ見てくださってる皆さんってクソキットだとか懐かしのキットを目当てに見に来てくれてるんじゃないかなってちょっと思ってて、多分ね普通にプラモデル作ったところで再生そんな伸びないんじゃないかなと思うんですよね。なんかさっきから呼ばれてる気がしますね。はい、そういうことでヒデチューブ的には旧キットのジムを作るだけでは非常につまらないので、最近土地狂っていると噂の飛行機の長谷川さんより出されたレトロ自販機ハンバーガー12分の1をおまけとして作ろうと思います。今回は豪華2本立てですよ。
皆さんご想像通りかと思いますけれども、このキットパーツ数は非常に少ないです。あっという間に作れてしまいます。ただですね、作ってて非常に組み心地がいいというか、意外にいろんなところに親切心が見える内容になってるんじゃないかなと思いました。というのもですね、アンダーゲートとかが結構使われてたりして、ゲートアットが表に出ないような配慮がね、意外とされてるんですよ。このグレーのランナーなんてね、結構アンダーゲート使われてて、この表に来るボタン周りの部品なんかはね、ゲートアットが表に見えないですよね。親切設計ですね。これすごいですよ。作るの自体は全然難しいところはなくて、特に語ることがないんですけども、ボディの正面のシルバーの部分だけは一応塗り分けをしました。で、一応全体に艶消しスプレーは吹きました。最後にデカールを貼って完成にしてしまいましょう。これデカールはね、いわゆるホイールシールではなくクリアシールって呼ばれるタイプのシールですね。こういうところも好感度高いですね。ホイールシールついてたらもう嫌になりますからね。サイズもね、貼ると分かるんですけど、バチピタに作ってあって、はみ出したところカットしなきゃとかいうのはね、全くないです。素晴らしいキットですよ、このハンバーガー。はい、完成しました。なんだろうこれ。高速パーキングエリア連邦軍量産自販機型モビルスーツハンバージムかな。レトロとレトロ、量産機と量産機の組み合わせによる新しい価値の創造を目指して作ったキットでございます。すいません、嘘です。本当はですね、溜まってる積みプラをまとめて作っちゃえばいいんじゃね、処理するの楽じゃねと思ってくっつけてみた結果です。いやほら、なんていうか、最近ミキシングって流行ってるじゃないですか。自分もちょっとそこに便乗してみようかなって思ったんですけど、これじゃない感が半端ないですね。すいませんでした。一応こだわりポイントなんですけども、足とハンバーガーボディのくっつける位置ですね。足をボディの真ん中に持ってこないと、ハンバーガーボディが思ったより重くて後ろにぶっ倒れちゃうんで、この位置取りはね、結構苦労しました。中は5ミリプラ棒だらけになってます。あとそうですね、手にハンバーガー持ってます。ハンバーガー食うからじゃねえわ。真面目なキット制作を期待してた方、申し訳ないです。ちょっと魔が差してしまいました。いやでもきっとね、スレッカーさんはにっこりしてくれると思うんですよね。今回は以上です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録をお願いいたします。次回はついにあの勇者界のレジェンドクソキットを作ろうと思います。